こんばんは、ゆうかです。撮影している今日が11月の4日、3連休の最終日なわけですけれども、次の3連休いつかなと思って見ていたら、もう年内は3連休ないそうで、1週間2週間3週間あと約8週間で2024年が終わってしまうということに気づいて、はぁってなってます。皆さんはどんな3連休をお過ごしでしたでしょうか。さて、今日作っていくのはこちら、じゃーん、ハイグレードのガンダム EX です。 XS ガンダムみたいに X って読むんじゃないですよね、きっと。前回作った復讐のレクイエムのザクがめちゃくちゃ良かったので、こちらのガンダムもすごい期待できるなと思ってます。ぜひ前回の動画も見てね。今日は君は守り神だよ。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは8枚、色数は少なめです。ビームサーベルのビーム部分が1つ、それとグニグニした不思議なパーツが入っています。ステッカーシールとマーキングシールがそれぞれ1枚ずつ、1枚綴りの説明書が1枚入っています。まずはボディを作っていきます。パーツ数は22個、ハイグレードにしては多いですね。というか型番汚くてすいません。最近のハイグレードは腰回りと肩回りの可動に力を入れてるように思います。水星の魔女のキットとも構造が異なるし、短いスパンで改良されていてすごすぎますよね。説明書も見やすく、パーツ数の割に5分程度で組めました。はい、ボディができました。白っぽいので分かりにくいかもしれませんが、ザクと同様にものすごい情報量のあるキットです。画面越しに伝わりますでしょうか。すごく塗り分けも細かいですよね。腰なんですが、反る動きはできないんですけれども、前にかがむような方向には曲げることができます。この時内部フレームがチラ見えしてかっこいいなと思います。次は頭です。頭は全部で8パーツ、通常のハイグレードと同じくらいかな。まず最初にガンダムの目のとこシールを貼る指示があるんですが、この3種類から選んで貼る形になります。私は2番を選択することにしました。復讐のレクイエム本編で目のパターンがあることに気がつきませんでした。ちなみに頭のこの部分もシールを貼るのですが、過去最小のシールだと思われます。小さすぎるんじゃ。これから組む方は手についてなくさないようにご注意ください。はい、頭ができました。少し面長で丸みのある顔だなという気はしますが、ボディと同じように情報量がすごくモリモリで、塗り分けもしっかりされています。これは墨入れしがいがありそうです。アンテナの丸いところがちょっと気になるのでシュッとさせてみます。切りすぎたかもしれない。さっきよりはシュッとしたかな。どうでしょう。次は腕を作っていきます。片腕21パーツ。この手のパーツ以外は全て同じ作りになっています。そういえば復讐のレクイエム全て見終わりました。前回の動画をアップした時点では3話までしか見れていませんでしたが、4話以降は人間ドラマが多く描かれていて感情移入できました。潜入するシーンでドキドキハラハラしたのは私だけではないはず。ガンダムのパイロットのやり取りには胸が痛くなりましたね。戦争を描いた作品だから仕方ないけど、あの終わり方にはしっくりこない人も多そうです。私は暗い話が嫌いではないので、リアルさのあるいい作品だなぁと思いましたが、皆さんはどんな感想を持ちましたか？コメント欄でお聞かせください。両腕ができました。丸みがある変わったデザインをしています。ハイグレードの腕にしてはとても複雑なデザインと作りをしているなと思うんですけれども、説明書も読みやすくてとても組みやすかったです。ここには何かつくのかな？編集中の私ですが何もつかないっぽいです。めっちゃ近くによると内部フレームのパーツもかなり作り込まれているのが見えます。ぐっと曲げてここまで、結構な角度曲がります。肘関節の部分がぐっと伸びて出てくることによってここまで曲げることができるようです。
やつはブラックサンダー一口サイズメープル味です。もう夜遅いんであんまりおやつ食べるのもなと思って一口サイズのものを選んでみました。あんまりこういうお菓子食べないんだけど、どんな味かしら。めっちゃメープル。このぐらいのサイズで食べやすそう。いただきます。これは美味しい。中にワッフルクランチとバタークッキーとメープルとミルクチョコが入ってるみたいで、めっちゃ甘いけどサイズがちっちゃいのでちょうどいいです。 ASMR っぽく食べてみたい。このぐらいのお菓子小休憩にちょうどいいですね。新たな発見でした。ごちそうさまでした。次は足を作っていきます。片足23パーツ、左右反転してる作りになっています。こんな凹凸のあるパーツまであります。 3D プリンターで作ったみたい。アニメの 3D データをもとに型を作ることで細かい凹凸まで再現できているのかなと思ったのですが、そのような記載はどこにもないですね。どうやって作っているんだろう。もしアニメのデータが転用できるのならば、クフカスやジムも発売してほしいです。しかし現在発売予定のザク2たちはちょっと高すぎますよね。私はメンバーライブ配信の時に皆さんにスパチャをいただいたおかげで予約できましたが、2025年4月から再販商品も値上げするようですし、セット商品だから仕方ないのかな。届いたら動画にするのでそちらもお楽しみに。以前ジムキャノンの動画を出した時かな、パーツ同士が硬いっていうことを動画内で言ったんですけど、その時にダブ穴カットをした方がいいよってコメントいただいたんですが、この穴の部分すでにカットされたようになっています。ここにはめ込んだ時にこのスリットが入っていることでパーツをオープナーなどで外す時も外れやすくなってんじゃないかなと思いました。思い過ごしかもしれないし、他の部位にもあったのかもしれないけど、この時にふと気づいたのでお伝えさせていただきました。はい、両足ができました。色数が少なくてめちゃくちゃ渋かっこいいです。情報量がすごすぎて本当にびっくりします。特に裏側。それにパーツ数もそんなに多くなかったのに塗り分けがしっかりされてたり、パーツ分割が複雑なのでハイグレードなのにすごい細かい作りをしているように見えます。可動箇所を見ていくと足首がかなりぐるぐると、ちょっとやりすぎちゃいました。このように球体の接続部分になっているのでかなりスムーズに動きます。ここも動かすことができて、ここもちょっとだけ動きます。膝部分の可動域はというとぐーっと曲げてここまで曲がります。膝の中まで作り込みが細かいです。すごいかっこいいなと思います。最後に腰とバックパックを作っていきます。ここから上が腰のパーツで19個、ここから下がバックパックのパーツで29個。どちらもすごい数です。もう細かすぎてビビる。もう夜が遅かったのでこれ以降小声で喋っています。聞きづらかったらごめんなさい。腰の作り方が面白かったのでご紹介します。今までにない作りだと思ったのが、こうやって突起があって、この部分の裏がこのようにくぼんでいて、それを合わせることでくっつきます。このような作りは初めて見ました。足の可動を邪魔しないミニスカートだからできる構造なのかもしれません。バックパックは武器が付属する独特の形状で組み立てていて楽しかったです。腰とバックパックができました。まずは腰。中央のこの部分と両サイドのこの部分がシールを貼るようになっています。このように各スカートが独立しているのはハイグレードで初めてなのかなっていう気がします。それぞれの動きはとてもスムーズです。デザインもシンプルでかっこいいです。バックパックは
はボディの方にすでにつけてあります。このキット最大の細かさです。すごくないですかこれ。この部分が最初に言ったぐにゃぐにゃしたパーツになっています。ビームライフルの絵は3本装備されていて、それぞれじゃないの、一括でもまとめてこのように動かすこともできるし、1本ずつもこのように動かすことができます。こちらの銃は肩の上にこのように装備させることができます。この時このタンクみたいなパーツが一緒に連動して動くようになっています。バーニアもこのように上下に動かすことができます。いや、これはめちゃくちゃかっこいいですね。全部のパーツができたので合わせてみます。はい、ハイグレードガンダム EX の完成です。ライブ配信にて墨入れをして後日マーキングシールも貼っておきました。めちゃくちゃかっこいいですよね。足が長いけど全体的にがっしりしていて好みのスタイルです。ものすごい情報量で墨入れしがいがありました。外見だけではとてもハイグレードとは思えません。黄色いステッカーシールは浮いて感じますが、マーキングシールはしっかり馴染んでいます。ボディが白っぽいからでしょうね。水転写デカールのような細かいデザインでかっこいいです。こんな細いラインまであって貼ると一気にクオリティが上がります。肩の接続部分はザク2と同じで見えてもかっこいいデザインになっています。可動域も広くていい感じです。そういえばザク2の動画で足裏の肉抜きが不評だとコメントをいただきましたが、ガンダムはへこんでないのでザク2も肉抜きではなくそういうデザインっぽいですね。バランスが取りやすく、スタンドなしでもこのような立ちポーズが可能です。復讐のレクイエムでのビームサーベル、ビームライフルの脅威の描き方、すごかったですよね。怖すぎました。片膝立ちのポーズも余裕でできました。各関節が動かしやすく、人体に近い動きができるのでポージングが好きな人にはたまらないと思います。スカートがそれぞれ独立しているのでパンチラも気になりません。足と腰の接続部分がすごすぎて、引っ張るとスカートの外まで太ももの付け根を引き出せます。可動域がえぐい。ザク2もガンダムもデザインが独特なので好き嫌いはあると思いますが、私はどちらも最高なキットだなと思いました。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をコメントでお聞かせください。というわけで今回はハイグレードガンダム EX を作りました。前回の動画のザク2とこちらのガンダム EX、 どちらともこれまでのハイグレードの概念を覆すようなとんでもない精密な作りで本当にびっくりしました。このガンプラの進化はぜひ味わってほしいなと思います。今回購入できなかった方もきっとまた再販があるので、転売ヤーや高値で売っている中古扱い店からは買わずに定価で買った方がいいんじゃないかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。励みになりますのでぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。先日美術館に行った時の様子です。着いてすぐ腹ごしらえ、もちろんぼっち飯です。ファミレスで一人ぼっちって肩身狭いですよね。素敵な作品にたくさん出会えて心の栄養補給ができました。そして帰りにカフェへ。店舗限定ケーキがすごくお高級なケーキでした。この日は自分を甘やかすと決めていたので贅沢も許されるのだ。めちゃくちゃ美味しかったです。すぐ閉店時間だったみたいなのでゆっくりできなかったけど、悪天候でもご機嫌の帰り道になりましたとさ。